あと変化球の後とかはどうですか？フォームとか。変化球の後、この間、実は僕が主審してたんですよ、試合の時。はい、はい、で、感じたのが、変化球をスライダー、カーブが主なんですけど、はい、ストライクが入らない状態の時に、それもそのすっぽ抜けた状態じゃなくて、はい。ゾーン近くには来てるけど、その主審の目から見てボールっていう判定をした時に、うん、うん、うん、そのボールをもう完全に使わなくなっちゃう節があるんですよ。ちょっとうん、技うん。術とはまた違う話にはなってくるかもしれないんですけど、はい、で、はい、はい。なぜか聞いたら、抜けそうで怖いと。うん、うん、うん、ううん、ん、で、キャッチャーもそれをもう要求しないんですよね。で、バッうん、ターはもうストレートにしかもう当然張ってこないんで、うん、うん、うん、球自うん、体はもう130キロ前後、来てるかなって感じはしたんですけど、うん、うん、うん、もう当然それだけで分かってたらもう興味打たれてますよね、もう。うん、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 でも集中打食らってっていう感じだったんですよ、先週。うん、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 なので、そのやっぱ変化球の時に少しこう自信がないのかなっていううん、感じはしてます。うん、うん、うん、うん。うん、よくなんかこう、使える変化球を、いやもういろんなはい。こう、練習はされたらいいんですけど、はい。こう、試合で使うとか、大事な時に使う、うん。こう、判断基準で、要はええ。変化球を投げた後のストレートの質が落ちないかとか、極端に変化球を投げた後のストレートがボールになる率がほぼ100%とか、選手ああ。によって結構差が出るところなんです。やし、例えばスライダーを投げた後のストレートは、まあコンうん。トロールも質も落ちない。うん。うん。うん。そしたら、スライダーとストレートではうまく試合作れるんですけど、例えば、なるほど。カーブを投げた後にほぼはい。100%ボールになるんだったら、変化うん。球がボールやったらもうそれで2ストライクでボール先行になっていくのね、傾向とはい。しては。うん。その後ストレートを乱れ出すと、そのうん。変化球を投げるからフォームが崩れるというか、そうああ。いう風な変化球をこう変に選んで投げてしまってるケースもあって、なるほど。今のお話聞いてると、ストレートはいいし、良くなってきてるし、うん。でもその変化球次第で試合が作れる、作れへん出てきてるのであれば、そのうん。変化球なんかも結構大事なポイントになってきてるんやろうなって感じはすごくします。ですね。はい。で、抜けそうで怖いボールは、ピッチャー誰でも投げれないので、うん。やし、例えば握り方の工夫するとか、キャッチボールの中でどれだけ練習するのかで、その抜けない手応えが欲しいですよね。そういうの場に。うん。はい。変化球ってどうやって練習されてるんですか日頃は。え、本番でいきなり投げてます。練習おー。はしキャッてない。チボール。ほう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 。なるほど。ほなキャッチボールではあんまり投げない。キャッチボールは遊び程度でしか投げないです。ほう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 。キャッチボールで遊び程度でもいいですけど、変化球はたくさん投げた方がいいですし、そのキャッチボールの中で、要はワインドアップの変化球の時と、セッうん。トからの変化球の時と、クイックの時の変化球の時と、同うん。じように投げれるように練習もした方がいいです。ああ、あとなるほど。は変化球の握りで牽制も投げると思うんですけど、うん。うん。そんなんも全部キャッチボールの中でやってしまった方がいいです。ああ、うん。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 変化球の握りによっては、牽うん。制投げづらい握りがあるはずなんです。確かに。で、その握り方がバレたらその時に盗塁されるとか、うん。すごくそこまで見てるチームなんかは、そこで多分攻めてこられると思うので、カーブの握りなんかになってる時に牽制って素早くできないですよね。一瞬こう、そうです。うん。変えちゃいますね、そう、握りを。そうです、そうです。やうん。し、でも練習したらある程度投げれるようになるんですけど、うん。うん。フォークとかね、ちょっと難かったりするかもしれへんけど、でもフォークとかでも、要は、フォークの握りを作った後に牽制するときにちょっと握り変えれたら、うん。グローブのあの、中で。
一点質問していいですか？はい。実はスプリットチェンジ、はい。チェンジアップでこの人差し指と中指をこう広めに持つ、はい。もうほとんどスプリットの軌道を辿ってるんですけど、はい。結構な落差で投げれるんですよ。はい。はい。はい。ではい。ただ、一般的にタム系のボールってものすごく肩肘に負担が来るっていう認識があって、うん。今ちょっと封印させてる状態なんですよ。カーブとはい。やっぱりスライダーメイン。はい。で、ただその試合で勝とうと思えば使うべきなのかなと思ったり、うん。そこでちょっとうん。一人で悩んでるんですけど、はい。はい。どんはい。なもんでしょうかね。ね、そうですね。ちゃんと投げられてたら負担はすごい少ないはずです。うーん。例えばその角度的にちょっと歪んでるとか、変な手首のか、ところでうん。手首とかリリースとか、うんうんうん。どうやって握られてますかそのスプリットは。見してみて。コースほん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 。なるほど。で、どんな感じでこうリリースしてる感じや。は、ほんまにストレートみたいな感じで投げてます。うん、うん、このまま、ストレートと同様に腕をする。うん、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 うん。例えば、真下に落ちるような、今の握りで真下に落ちるような、ちゃんとしたリリースの仕方であれば、そんなに負担はかからへんはずです。うーああ。ん。で、ストレートの質を上げるはい。ために、チェンジアップとか今のその握り方とかで練習することもあるので、ああ、回そうなんです。転軸をまっすぐするためにいいんです。ほうほう。